水戸黄門。徳川家康の孫、徳川光圀は、水戸藩主で、第五代将軍綱吉の時代に、徳川の長老として、幕府に影響力を持っていました。63歳で隠居してからも、人々は、水戸のご老公様、水戸黄門様と呼んで尊敬していました。江戸から歩いて3日で行ける箱根は、昔から江戸の人々に人気の温泉地でした。そして、箱根には関所があって、役人がたくさんいました。ご老公と格さんがお忍びの旅の途中で関所の近くの茶屋で休んでいると、茶屋の女将が言いました。おじいさんたち大丈夫だった？最近は関所の役人が通行人からお金を取ったり、籠かきたちが乱暴したりして治安が悪くてね。格さんはびっくりして聞きました。道中奉行様は悪い人たちを捕まえないんですか？それがね、人足たちの元締めが道中奉行様に賄賂をたくさん渡しているから全然捕まえないんだよ。それはいけませんね。ご老公が白いひげをなでながら考えていると、籠かきが来ました。じいさん、足が疲れて動けないのか？このカゴに乗りなさいよ。安いよ。ダメだよ。悪い籠かきだよ。おかみが止めましたが、ご老公はニコニコして言いました。疲れたし、乗せてもらいましょう。いいですね、格さん。はあ。格さんはいいと思いませんでしたが、ご老公に何か考えがあると思って止めませんでした。ご老公様の忘れ物をどうして私が取りに行かなければならないんだ。助さんはブツブツと文句を言いながら街道でちょっと休憩していました。すると、きれいな女が通りました。一人旅のようです。珍しいな。危ないことにならなければいいが。少し行くと、籠かきたちが数人座って客を待っていました。姉さん、カゴに乗らないか？美人さんは安くするよ。いいえ、結構です。そう言わないで、乗りなよ。近道を教えてやるよ。やめてください。触らないで。女は懐に隠していた短刀を抜きました。面白い。訳ありだな。捕まえて、道中奉行のところへ連れて行こう。道中奉行？おい、やめろ。助さんが助けに来ました。助さんは武道の達人です。あっという間に籠かきたちを蹴散らしてしまいました。大丈夫ですか？助け起こすと、女は助さんを睨みました。道中奉行のところへ案内させるつもりだったのに。え、どういうことですか？女の名前はおとし、橋大工の娘でした。去年、橋の入札で人足の元締めに競り勝った後、おとしの父は道中奉行に無実の罪を着せられて殺されてしまいました。父は調べもしないまま殺されました。私は父の仇を討ちに行くのです。道中奉行のところへ行かなければなりません。では、私が助太刀しましょう。いいえ、結構です。しかし、あなたには関係ないことです。
ご迷惑をかけられません。おとしがきっぱり断りましたから、助さんはそれ以上何も言いませんでした。五郎号を乗せたかごは街道から外れて細い山道を通っていました。おい、かごかき、この道で合っているのか？格さんが言うと、かごかきたちはニヤニヤ笑いました。近道なんですよ。すぐ着きますよ。まもなくかごは山奥の小屋に着きました。元締めの隠れ家です。小屋の中に悪い仲間がたくさんいました。こいつら、いい着物を着ているな。身代金がたくさん取れそうだ。そう、うまくはいきませんよ。五郎公は杖で男たちを撃ちました。格さんはあっという間に他の男たちを倒してしまいました。それから元締めを縛って今まで道中奉行と一緒に行った悪事を全部喋らせました。道中奉行。少し懲らしめなければなりませんね。助さん、いつまでついてくるんですか？方向が同じだけですよ。気にしないでください。もうすぐ関所に着きますね。ええ。邪魔しないでくださいね。しませんよ。関所のところで待っていると、しばらくして道中奉行のかごが来ました。おとしは担当を抜きました。道中奉行、父の敵、覚悟！しかし、すぐに奉行の部下たちも刀を抜きました。やっぱり、助立ちしよう。助さんが助立ちして数人倒したところで、遠くから声が聞こえました。静まれ、静まれ。格さんと五郎公が来ました。え、格さん、ご隠居様、どうしてここへ？助さん、話は後だ。何事だ？道中奉行がかごから出ました。そして五郎公を見てぎょっとしました。水戸の光圀公。格さんは徳川の家紋が書かれた印籠を見せました。こちらは先の副将軍、水戸光圀公。皆の者、図が高い。関所にいた人たちはみんな頭を下げました。道中奉行、人足の元締めから賄賂をもらって、悪徳業者を野放しにしていた。その罪は重い。覚悟しなさい。恐れながら、五郎公様、それは、でたらめです。何か証拠でもあるのですか？証拠？元締めが全部話してくれましたよ。すみません、道中奉行様。連れてこられた元締めを見て、道中奉行は諦めました。助さんがおとしのことを五郎公に話しました。そうですか。では、おとし、仇討ちを許す。お父さんの仇、見事打ち果たしてみせなさい。はい。おとしは担当で道中奉行を指しました。しかし奉行は腕で防ぎましたから胸に届きませんでした。
刺された左腕から血が噴き出しました。おとしはそれ以上、どうしても刺すことができませんでした。もうよい。ご老公が止めました。おとし、あなたはもう十分お父さんの仇を討ちました。あとは法の裁きに任せなさい。はい。では、これにて一件落着。はっ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 は。ご老公は小田原藩主に後処理を任せました。一行は数日箱根の温泉を楽しんだ後、また旅を続けたということです。